はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。今日は家電量販店で店員さんとやり取りをする場面をご紹介します。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現を紹介しています。皆さんが日本へ旅行に来た時に何か一言でもいいから日本人と日本語で会話をしてみてほしいんです。やっぱり実際に日本語が使えた、聞き取れたっていう経験は嬉しいものですよね。そういう経験があるからこそ、その後の勉強のモチベーションにもつながると思います。ぜひ今日の動画を見て、次の日本旅行の買い物の時に活用してみてください。今日は東京の家電量販店で撮影したこちらの動画を使います。この動画の中で私は店員さんに YouTube 用の動画を撮影するということは伝えてあります。でも私が何を聞くのか、何を買うのかということは事前に伝えてありません。なのでこれは私と店員さんの本当に自然な会話です。今日はこの動画を使って日本語のリスニング、そしてスピーキングの練習をしていきましょう。では早速始めましょう。まずは練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点では会話が聞き取れなくても問題ありません。全体の流れを把握してください。その後、私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、私から重要な表現、文法などについて解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を見ます。最後に字幕がない動画をもう一度見ます。最初に動画を見たとき、一つもわかる単語がないと思って焦るかもしれませんが大丈夫です。今日約30分後にはわかる単語が必ず増えています。聞き取れる部分が必ず増えます。安心してください。30分という短い時間ですけど、自分が成長したということを実感してほしいです。では早速練習を始めましょう。まずは字幕がない動画を見ます。これは日本の家電量販店で撮影をしました。では一度動画を見てみましょう。どうぞ。すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。そっか。どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか、何かご希望はありますか？できれば小さめで、はい、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございますね。はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。はい、めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。はい、いかがでしたか？何もわからなくても大丈夫ですからね。今日この後一つ一つ私が解説をしていきます。ではここでキーワードを10個提示します。こちらです。ハンディファンありますか？在庫、おすすめ、小さめ、風量、ご希望、大きさ、一般的、手のひらサイズ。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。そっか。どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか、何かご希望はありますか？できれば小さめで、はい、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございますね。はい。コンパク
ットで空量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー、はい。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。はい、めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。はい、いかがでしたか？それでは続いて重要な表現をご紹介します。最初に私が店員さんにこのように言いました。あ、すいません。すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。人に話しかけるときに最初にすいませんまたはすみませんとよく言います。すいません。すみませんの方が少し正式な印象を受けるので、例えば会社で上司とかお客さんとかに話しかけるときはすみませんの方がいいですね。でも日常生活の中とか比較的親しい関係だったらすいませんでも大丈夫です。すいません。すいません。ちなみにすみません、すいませんはいろいろな場面で使えます。一つは人に話しかける。あとは店員さんを呼ぶとき。例えばレストランでこれから注文をしたい。でも店員さんはちょっと遠くの方にいるという場合、すいません、注文いいですか？と言います。それからもう一つは軽い謝罪の気持ちを伝える。ごめんなさい、申し訳ありませんよりももう少し程度が軽い謝罪です。例えばちょっと電車の中で隣の人にぶつかってしまった時、すいませんとかすみませんと言います。それから3つ目は感謝の言葉と一緒に使う。特に相手に何か手間をかけさせてしまったとか、相手が自分のためにすごく時間とかお金とか労力とかを使ってくれた、それでお礼を言いたいという場面によく組み合わせて使います。例えば外を歩いている時に突然風が吹いてきて私の帽子が飛んでいってしまった。その帽子を通行人が拾って私のもとに届けてくれました。その時私はすみません、ありがとうございますと言います。単純にありがとうございますだけでもいいですけど、すみませんというのはあなたが私のためにその時間を使って労力を使ってしてくれた、その手間をかけさせてしまってちょっとごめんなさいというような気持ちが含まれています。今回は私は単純に店員さんに話しかける場面で使いました。すいません。すいません。そしてすぐに店員さんはこのように言いました。はい、いらっしゃいませ。すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。いらっしゃいませは店員が客に対して言う挨拶です。丁寧な言い方はいらっしゃいませ。カジュアルな言い方はいらっしゃいです。はい、いらっしゃいませ。すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。続いて私は今日自分が買いたいものについて店員さんに伝えました。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。ハンディファンというのは手で持てるぐらいのサイズの小さい扇風機のことです。それをハンディファンと言います。ここ数年日本では夏になると街中でよく見かけます。もう夏に欠かせないものですね。それを買いたくて今日はこのお店に来ました。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？すいません。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。続いて、探してるという部分に注目してください。これは会話特有の表現で、いが省略されています。
探しているのいが抜けて探してるになります。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。このように会話の中ではよくいが抜けます。いがよく省略されます。例えば、今何してる？今テレビ見てる。何してるは何している？見てるは見ているです。文を書くときはているというふうに書きますが、話すときはよくいが抜けます。話してる、食べてる、見てる、遊んでる、座ってるなど。今回は私は探してると言いました。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。そして今度はんですけどという部分に注目してください。これは自分の状況を説明します。今私はどういう状況、どういう状態だというのを最初に店員さんに伝えます。今回の場合だったら私はハンディファンを探しているという状態です。それを最初に伝えます。そしてその後に質問、ありますか？と聞きます。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。このようにお店で何か買いたいものがある時には、他にもこのように言えます。ハンディファンを買いたいんですけど、ありますか？ハンディファンが欲しいんですけど、ありますか？このようにんですけどという表現はよく会話で使われます。んですけどを使わない場合はこのように2つの文になります。ハンディファンを探しています。ありますか？でも実際に日本人同士の会話では探しています。ありますか？とは言わないことが多いです。なんとなく探しています。ありますか？というとちょっと機械的というか文章的な印象を受けますね。あまり滑らかな会話ではないというような感じがします。なのでこの2つの文をつなげて間にんですけどを入れて、ハンディファンを探してるんですけどありますか？このように言う人がとても多いです。すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。そして店員さんがこのように言いました。はい、ご案内いたします。すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。ご何々しますという形は謙譲の表現です。謙譲は自分側の状況とか行動について話をするときに使います。これは敬語の一種で自分を下げることによって相手に敬意を表します。今回はしますの部分がさらに丁寧ないたしますに変わっています。店員さんは自分が行うこと、案内について謙譲の表現を使ってご案内いたしますと言いました。はい、ご案内いたします。すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、はい、ありますか？はい、ご案内いたします。続いて売り場に到着しました。ここで私がこのように言いました。この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？そうですね。はい。ここで使われている辺というのは場所とか範囲などを表します。でもそれは正確なピンポイントのある一つの地点ではなくて、もう少し広い曖昧な範囲の表現です。もし具体的に言うんだったらここと言いますね。他にもその辺、あの辺、どの辺というふうにこの、その、あの、どのをつけて使います。
この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。この表現を使った他の例文を紹介します。この辺にコンビニってありますか？ゴミはその辺に置いておいてください。後で私が片付けます。あの辺は全部田中さんの畑だよ。斉藤さんはどの辺に住んでるの？このように大体の場所について聞くときに、この辺、その辺、あの辺、どの辺と言います。特に最後の例文のように、人が住んでいるその地域とか場所について聞くとき、そんなに具体的に何市、何区、何町、どのマンションとか、そんなに具体的に聞きたいわけではない場合は、どの辺に住んでるんですかと言います。このように聞かれた場合は、例えば東京の西の方に住んでいますとか、東京駅の近くに住んでいますなど、大体の範囲を答えれば OK です。今回私はこの売り場を指してこの辺と言いました。この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。続いて手に注目してください。小さいつと大きい手を組み合わせた表現。これははというのはと同じ意味です。この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。この手を使った別の例文も紹介します。あの商品って人気がありますか？あの商品ってイコールあの商品は。これってどうやって使うんですか？これってイコールこれは。比較的カジュアルな会話の時にこの手という表現が使われます。この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。続いてキーワード在庫に注目してください。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。これは店で買い物をするときによく出てきます。お店で使われる在庫の例文は例えばこのようなものです。この商品の在庫はありますか？申し訳ございません。現在在庫がございません。在庫を確認いたします。このように店とか倉庫に保管してある商品のことを在庫と言います。この辺って全部在庫はありますか？この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。そして店員さんがこのように言いました。在庫、そうですね。はい。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。この店員さんの回答からこの辺に置いてあるハンディファンは在庫があるということが分かりました。在庫、そうですね。はい。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。在庫がある場合には他にもこのように答えます。はい、在庫があります。はい、在庫がございます。ございますはありますのより丁寧な言い方です。ない場合は、申し訳ございません。在庫がございません。申し訳ございません。在庫を切らしております。例えばこのように答えます。今回は在庫がありましたね。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。続いて私はおすすめについて聞きました。どれがおすすめとかありますか？どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。
風量が強いとか何かご希望はありますか？あー、おすすめを聞くとき、よく使われる表現はこちらです。どれがおすすめですか？おすすめの商品ってどれですか？この中でどれがおすすめですか？このようにキーワードおすすめを使っていろいろな表現ができます。今回私が使った表現、どれがおすすめとかありますか？これは実はちょっと曖昧な言い方で、とかというのは例を出すときに使う表現です。ではなぜ例を出す表現を今回私が使ったのかというと、店員さんにおすすめも教えてもらいたいし、もし何か最新の機種とかよく売れている商品とかおすすめ以外のものもあるなら紹介してもらってもいいなという気持ちがちょっとありました。なのでおすすめとかと言いました。どれがおすすめとかありますか？どれがおすすめとかありますか？皆さんが実際に家電量販店でおすすめを聞きたい場合は、さっきこちらで表示したこの3種類の中からどれか使うといいと思います。一番簡単なのはどれがおすすめですか？これが一番シンプルで使いやすいと思います。ちなみに例を挙げるとかを使った会話ではこのような例があります。この後どこ行く？カラオケとかどう？食事を終えて次にどこで遊びましょうか？どこへ行きましょうか？という会話ですね。その時に例としてカラオケを提示しました。カラオケとかどう？この時の気持ちは絶対にカラオケに行きたいというわけではありません。例えばという感じでカラオケを出しました。カラオケとかどう？今回は私は店員さんから聞きたい情報として、例えばおすすめという意味でおすすめとかと言いました。どれがおすすめとかありますか？どれがおすすめとかありますか？続いて店員さんがこのように言いました。小さめとか風量が強いとか何かご希望はありますか？どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか何かご希望はありますか？最初のというのは次に話すことを少し考えている場面でよく使われます。とかなどと言います。小さめとか風量が強いとか何かご希望はありますか？どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか何かご希望はありますか？続いて小さめに注目してください。これは形容詞の語感について少し小さいとかやや小さいという意味を表します。小さめ以外にも他によく使われるのはこちらです。大きめ、強め、弱め、早め、遅め、多め、少なめ。例えば最後の少なめというのは少ないという形容詞、いがめに変わります。例えばこのように使います。ご飯は少なめでお願いします。レストランで食事をするときに店員さんがご飯の量はどうしますかと聞きます。それでご飯の量はちょっと少ない方がいいという場合は少なめでお願いしますと言います。ちょっと多い方がいい場合は多めでお願いしますと言います。今回はこのハンディファンについて店員さんが小さめとそのサイズについて表現をしました。小さめとか風量が強いとか何かご希望はありますか？どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか何かご希望はありますか？
それから間のとかとかにも注目してください。これはハンディファンのいろいろな要素、いろいろな特徴の中で何を希望しますか？例えばこれですか？例えばあれですか？というふうにその例えばを表すときにとかとかと言います。小さめとか風量が強いとか。どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか何かご希望はありますか？そして続いて私が自分の希望を伝えました。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。最初のできればという表現は、可能ならば、条件が合うならという意味です。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。できればを使った例文は例えばこちらです。できれば明日までに提出してください。できれば明日までにということは、絶対に明日提出しなければならないわけではありません。でもこの話している人の希望として、もし可能なら、条件が合うなら明日を希望しますということです。できれば明日までに提出してください。それから2つ目、将来はできれば海の近くで暮らしたい。将来住む場所について、絶対にここがいいというわけではないけど、できるなら、条件が合うなら海の近くを希望するという時に、できれば海の近くで暮らしたいと言います。今回はハンディファンの条件として私が提示をしました。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。続いてまた小さめが出てきました。これは小さいという形容詞の語感をめに変えて名詞として使う方法です。やや小さい、少し小さいという意味です。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。続いてあんまりという部分に注目してください。これはあまりと同じで、後ろには否定の文をつけて使いました。あんまり音が大きくない。他にも例えばこのように使います。映画の感想について、あんまり面白くない。あんまり面白くないイコールあまり面白くない。それから2つ目、今日はあんまり寒くないね。あんまり寒くないねイコールあまり寒くないね。このあまりとかあんまりというのは、その程度がそれほど高くないという意味です。今回は音の大きさについて、私はあんまり音が大きくない方がいいと自分の希望を伝えました。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。続いて方がいいというところに注目してください。これは2つ以上のものを比べて、どちらの方がより自分の希望に合っている、どちらの方がもっと好きだという時に使います。今回は音が大きいものと音が小さいものだったら、私はもちろん音が小さい方を希望します。それで音が大きくない方がいいと言いました。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございます。はい。他にも例えばこのような例があります。人気の店だから早めに予約した方がいいですよ。予約した方がいいですよ。こ
これは予約するまたは予約しないという2つを比べたときに、予約するという選択の方がより適している、そちらがもっと望ましいという時に使います。人気の店だから早めに予約した方がいいですよ。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。さようでございますね。はい。続いて店員さんがこのように言いました。さようでございますね。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。さようでございますね。はい。さようというのはそのようという意味です。さようでございますイコールそうです、そのようです。これは接客をする人がよく使う非常に丁寧な表現です。さようでございますね。できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。さようでございますね。はい。続いて店員さんがこのように言いました。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて、はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。まずはコンパクトという部分、カタカナで書きます。これは小さくまとまっている、場所を取らない、扱いやすいということを表します。これはな形容詞として使うので、例えばコンパクトなカメラ、コンパクトな車というふうに使います。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて、はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。コンパクトを使った表現としては、例えばこのような例があります。このカメラはコンパクトで持ち運びやすいです。路地が狭いからコンパクトな車が便利です。このようにサイズがそれほど大きくなくて扱いやすい、場所を取らないという時にコンパクトを使います。はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。続いてですとに注目してください。これはだとと同じ意味で、だの部分をですに変えることでより丁寧さを表します。風量も強いタイプですと、はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。例えば他にもこのように使います。駅の近くですと、このホテルが便利です。来週ですと、午後なら空いております。このように少し改まった印象で、例えばお客さんとか年上の人とか、まだ親しくない人とか、そういった人と話をするときにですと言います。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて、はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。続いてこちらに注目してください。こちらの他にそちら、あちら、どちらがあります。これは人、物、場所、方向などをより丁寧に表す表現です。例えばこのように使います。そちらは現在在庫がございません。この場合はそれと同じです。そのものを表します。それからあちらにお手洗いがございます。これは方向を指します。このように手を指してあちらといった場合は、この手の先の方向にお手洗いがあるということで、あちらにお手洗いがございますと言います。今回は店員さんが商品を実際に指し示して、そして手に取って私にこちらと言いました。なのでその意味はこれと同じです。こちらがかなり小さくて、はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。
その後私は商品を見てこのように反応しました。ちっちゃい。ありがとうございます。はい。コンパクトで空量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃはい。このちっちゃいというのは話すときに使う比較的カジュアルな表現で、小さいと同じ意味です。ちっちゃい。ありがとうございます。はい。コンパクトで空量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃはい。例えば、この犬ちっちゃくてかわいい。ちっちゃくてかわいいイコール小さくてかわいい。このように書くとき、あるいは正式な会話の時には小さいと言いますが、カジュアルな雰囲気の時にちっちゃいと言えます。ありがとうございます。はい。コンパクトで空量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃはい。他にも例えばこのように会話のバージョンがあります。大きいは大きい、暑いは暑い、高いは高い。例えば夏に38度の日、外へ出て私はこのように言います。暑い。これは暑いというよりももっとその暑さを強く感じる、その気持ちを強調したいという感じです。あとは値段がびっくりするぐらい高い時に、その値段を見た反応として高い。逆に安かったら安いと言います。これは話し言葉の表現です。ありがとうございます。はい。コンパクトで空量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃはい。続いて私がこのように質問しました。これが従来の大きさですよね。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。小さいハンディファンの隣に同じメーカーの大きいハンディファンがありました。その大きいハンディファンが今まで私が見たことがあるハンディファンの大きさでした。それでこのように聞きました。これが従来の大きさですよね。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。この従来というのは以前から今まで、昔からのという意味で、新しいものと古いものを比べるときによく使います。例えば、従来の商品より音が静かです。以前の商品は音がちょっとうるさかった。でも新しい商品は静かだ。そして新しい商品について紹介するときに、従来の商品より音が静かです。あと2つ目、従来の方法では時間がかかります。これは何かを解決する方法として古いやり方と新しいやり方がある。それを比較するときに、従来の方法では時間がかかりますと言います。今回はハンディファンの大きさについて従来を使いました。これが従来の大きさですよね。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。続いて大きさに注目してください。これは形容詞を名詞にする表現の一つで、これがどれくらいの程度なのか、どんな性質なのかということを表します。大きいという形容詞が大きさという名詞になります。これが従来の大きさですよね。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。他にも例えば暑さ、寒さ、暖かさ、多さ、少なさ、高さ、安さなどいろいろな形容詞をこのように名詞にすることができます。例えばこのように使います。寒さに弱い植物。地元の人々の暖かさに触れて感動した。寒いが寒さに変わります。暖かいが暖かさに変わります。これは名詞です。これが従来の大きさですよね。これ
れが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。続いて店員さんがこのように言いました。そうですね。一般的な大きさになりますので。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。ここで店員さんは一般的という言葉を使いました。これもな形容詞です。一般的な大きさ、一般的な方法など名詞につけるときはこのように使います。今回は大きさという名詞につけました。一般的な大きさ。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。そうですね。一般的な大きさになりますので。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。続いて私はこのように言いました。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。というのは意外だった時、驚いた時などに発する言葉です。とかね、伸ばすこともあります。今回私は短くと言いました。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。続いてめっちゃという部分に注目してください。これはすごく、非常にと同じ意味でカジュアルな会話で使います。ちっちゃいは小さいという意味ですよね。なのでめっちゃちっちゃいはすごく小さいと同じ意味です。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。他にも例えばめっちゃかわいい。これはすごくかわいいと同じ意味。めっちゃおいしいはすごくおいしいと同じ意味。これはカジュアルな表現なので、皆さん仕事中にね、お客さんに対してはあまり使わない方がいいかもしれません。でも友達とかね、あとはカジュアルな雰囲気の時には使っても大丈夫です。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。続いて最後の手のひらサイズ。これは手のひらに乗るぐらいの大きさです。それを手のひらサイズと言います。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。例えばカメラが本当に手の上に乗るぐらい小さくて、そのことについて褒める、評価するという時に、このカメラは手のひらサイズですごく使いやすいというふうに言います。今回はハンディファンについて手のひらサイズですねと言いました。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現を見てきたので、わかる部分が増えているはずです。挑戦してみましょう。どうぞ。すいません。いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？ご案内いたします。この辺って全部在庫はありますか？そうですね。はい。そっか。どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか何かご希望はありますか？できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございますね。はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。はい、
では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初に動画を見た時、一つもわからないと思った人も今ならわかる部分が一つ二つはあるんじゃないかなと思います。自分が成長したことをぜひ実感してほしいです。では挑戦してみましょう。どうぞ。すいません。はい、いらっしゃいませ。ハンディファンを探してるんですけど、ありますか？はい、ご案内いたします。この辺って全部在庫はありますか？在庫、そうですね。はい。そっか。どれがおすすめとかありますか？小さめとか、はい。風量が強いとか、何かご希望はありますか？できれば小さめで、あんまり音が大きくない方がいいんですけど。ありがとうございますね。はい。コンパクトで風量も強いタイプですと、こちらがかなり小さくて。ちっちゃー。はい。これが従来の大きさですよね。そうですね。一般的な大きさになりますので。めっちゃちっちゃい。本当に手のひらサイズですね。はい、お疲れ様でした。実用日本語シリーズでは他にもいろいろな場面での会話を紹介しています。他にも皆さんからリクエストがあれば、ぜひコメントのところでこんな場面の会話が聞きたいというふうに教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。